秋風に金粉飛ばす熊手かな。11月も下旬となりましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。今年の酉の市も来週で終わりを迎えるようですね。いやー、そう考えると本当に間もなく冬の到来になりますね。そろそろ雪に備えて冬タイヤとストーブで使う灯油を準備しようかなと思っている今日この頃でございます。ちなみに大好きな湯たんぽはもう出しました。それでは本編をどうぞ。こんにちは。とある料理屋料理長のピエールです。本日は前回さばいたブリを使ってブリの梅照り焼きを作っていきたいと思います。その前に簡単な紹介を。このチャンネルは1年を通じて旬の魚のさばき方や刺身の作り方を解説を交えながらご紹介しています。最新情報のお見逃しがないよう、よかったらぜひチャンネル登録をお願いします。はい、では始めましょう。まずは切り身にしたブリに粉をまぶしていきます。粉はお好みなんですが、一般的に小麦粉、片栗粉、そして米粉なんかを使うケースが多いです。うちはですね、いろいろなパターンがあるんですが、今回はカリッとサクッとクリスピーのような感覚で揚げたいので、米粉をまぶしました。これはね、お好みで結構ですので、ザクザクした食感が良ければ片栗粉で結構ですし、しっとりしたのが良ければ小麦粉を使ってください。はい、フライパンを熱して、それから油を入れて温めてください。どちらかというとカリカリに仕上げたいので、油は少し多めにして揚げ焼きするような感覚で作るのをお勧めいたします。最初に皮目をパリパリに焼きます。この時フライパンの縁に立てかけるようにブリを置くと焼きやすいと思います。もし1切れとか2切れ焼く場合は縁に立てかけるのはちょっと大変だと思いますので、そういった場合は手で縦に持って皮目をじっくりと焼いてください。この時の火加減は中火よりやや弱めにしてください。油のパチパチとする音が収まってきたら表になる部分を先に抜きます。これなんで裏じゃなくて先に表を抜くかは後ほどご説明させてください。油の音がまたおとなしくなってきたら返し時です。裏に繰り返してください。ちょうどですね、表面がカリッと焼き色がついているのが目安になります。ここで強火にしてフレンチで一気にフランベします。そして蓋をして弱火にし、酒蒸し状態で約1分ほど身の芯の部分まで火が入るようにします。ここから仕上げに入りたいと思います。まず身がフライパンにへばりついている場合がありますので、フライ返しを使って少し動かしてあげてください。そして事前に作っておいた照り焼きのタレを入れるのですが、その前にですね、今回は梅照り焼きということなので梅干しを入れたいと思います。梅干しの量はお好みなんですが、一つ入れれば香りが十分に出ますので、あまり入れすぎなくてもいいと思います。そして照り焼きのタレを入れ、スプーンやレードルを使って上からかけるようにして味を詰めていきます。この時ですね、火加減は中火にしてください。すぐ焦げついてしまいますので、フライパンをよく振って身を全体的に動かしながら行ってください。タレにとろみが出てきたら揚げ時です。どんどんしょっぱくなってしまいますので、速やかにバットや器に移してください。それでですね、この最後の味を含ませるこの作業の時にですね、表と裏をひっくり返すと身が割れてしまう恐れがありますので、そういった意味で最小限に身を扱いたかったので、表を先に焼いてくださいということでした。梅干しもよーく潰して全体にかけてくださいね。いい色になりましたね。はい、完成になります。素早くバットに移しましょう。
はい、ここからはテイク2になります。見なくてもいいよって方はね、この後盛り付けと実食をしますので、そこまでどうぞスキップをしてください。それでね、今回は梅照り焼きにしましたが、ブリ照りが作りたいって方はね、この動画の中の梅干しを入れる部分、そこをね、単純に梅干しを入れずに、そのまま工程を進めてみてください。そうするとね、美味しいブリ照りが作れますので、ぜひ試してください。ちなみにこのブリ照りのこの工程、このやり方さえ覚えておけば何もブリじゃなくてもいいんですよね。前回さばいたサワラでも結構ですし、タイだとか鮭とかも美味しいですね。あとはね、サンマとかアジを三枚おろしにして、それを同じように作ればかば焼きみたいな感じになってね、ご飯の上に乗せて食べると最高に美味しいですよね。あとは魚に限らず鶏の照り焼きだって同じような工程で作れます。ぜひ試してみてください。さあ、それでは器に盛り付けていきましょう。今回はですね、大葉を敷いて、そして大根おろしを前に添えました。これもね、ほんと自由なので、例えば大葉を千切りに刻んで、このブリの身の上に添えてみたりだとか、またね、大根おろしじゃなくてもね、前盛りにそうですね、季節の野菜を置いてみたりだとか、あとは梅照り焼きなので雰囲気を出すためにですね、梅干しを前に置いてみるとか、それもいいと思いますね。もし普通のブリ照りを作った場合は、おろし生姜だとか針生姜、あとは白髪ネギなど、そういうものもいいと思います。それでは最後、待ちに待った実食をしたいと思います。では、いただきたいと思います。ブリ照りは大好きなんですよね。まず見た目で食欲をそそられますし、あとこの適度な甘さがですね、ご飯に合いますよね。さあ、ではいきます。いやー、これはね、自分で作っといてなんなんですが、ほんとうまかったです。めちゃくちゃ柔らかくてですね、ホクホクしてました。やっぱり出来たてが最高ですね。でね、注意点というか、ポイントなんですけれども、中がやっぱりこの味がない分、やはりこの表面にブリ照りの濃厚な味をつけたいわけなので、結構しょっぱめに作ってもいいと思いますね。鍋で煮るとき、あの時ね、じっくり煮て、味をいっぱい含ませてください。そしてね、この大根と大葉、めちゃくちゃ合いますね。梅干しとの相性抜群です。このね、梅干しの程よい酸味と、そしてこの甘いタレが織りなすハーモニー。ぜひ一度ね、皆さん作ってみてください。病みつきになること間違いなしです。はい、それでは本日の仕込みは以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。